大体美味しかったです。オムライスとポークカツのセットです。オムライス美味しかっ美味しかた。トロトロじゃないオムライスが好きだったらめっちゃいいと思います。やっぱり自慢の味、お客様がそれを愛していただいてるっていうね、もう肌に感じてますのでね、ああ、うちの主人も先祖も偉いなと思いました。これをね、出してるということは、はい。内平とか、ビーフカツとかさばいた時に出たロース分、それをオムライスの具の方に使っていってるんです。さっきよりだいぶしんなりしてきた。次のターン、足していきますね。
最初はやっぱ嫌やったですね。もう当たり前のように何もできひんやんけって思ってたんで、最初の働いてる時は嫌々やったんですけど、やっぱり母親が一番頑張ってる姿見て、そんだけ大事に好きな店やったらちょっと残念がらさんと俺も頑張って守っていこうかっていうのがありますね。お子さんがまた継がれたりとか。いや僕一応今の話の続きですけど、女の子一人っ子なんで、別に強制はしないんで、結婚相手の子とかがしたい言うたらやってもらったらいいし、こういうビルじゃなくてもやっぱこじんまりした店でもいいから味は残していきたいとは思ってます。朝一だけで10キロ弱は炊いてるんです。10キロぐらいか。10キロ、25キロぐらいは最低炊いてます。でそこから忙しさによって多少変わりますけど。これ一応国産の内もも、これをさばいて先に4等分にして棒状にカットしてまた後で湯するんですけど、さっと湯してカットして串カツにして叩いて。この辺だけそぎます。これで大きいのを2つで2キロか。味とかちょっと食感悪くなるんで、棒状にしつつそういうのを取っていってる。
ってへんやん。そんなん言ってない。ありますよ。あと3分。布団ね、出したんで、また皆さん見といてください。串3本、エビフライ、ベーコンフリッツ、ビールは1回だけ。おはようございます。ありがとうございます。何名ですか？お一人様カウンターどうぞ。お一人様です。その前にすいません、最後のオムライ1枚、オムライ第1枚に変更で。はい。3本。カツカレーにカレーのエビセット1、エビどちらともタレ別でお願いします。3本セット1、チキンセット1、カレーのありがとうございました。
ベビーのエビセット1、ポークカストライスです。これチキン。ありがとうございました。次通します。お理解どうぞ。一回スプーン入れると具ないやんけって思うと思うんですよね。ただやっぱりなんでやねん思って食べてみると具がないのにお肉の味であったり野菜の味であったり玉ねぎの甘みであったりいろんな味がすると思うんですね。食べやすくしてるのになんでこんなちゃんとした味が美味しい味がついてるんやろうっていうのがうちのオムライスの特徴と思います。やっぱり自慢の味、お客様がそれを愛していただいてるっていうね、こう肌に感じてますのでね、しかも高級料理じゃないんですよ、一般の料理なんでね、ああうちの主人も先祖も偉いなと思いました、これをね出してるということは、まあこれから後も彼が継いでもその次の子が継いでもずっと続くと思います、自慢っていうか偉いと思いますわ、この味を生み出したのが、下ろします。サービス2です。赤ワイン詰めてこんだけトロトロになってるんで。これでまたさらに煮込んでいって、トータルどれぐらい煮込まれるんですか？玉ねぎによっても変わります数時間煮込みます、これ拭いてきたアク取ってって柔らかくなるまで数時間炊いていきます。パーッと軽く湯にしてここに放り込んでいきます。でこれを今度は切っていったする感じなんで、鶏のエビフライ30分。
さっきのサービスをします。この芯の周りが硬いんで、ここにそこだけはちょっと細く切って、あとはもうあ、そうでいける。見えない。すいません、カレー。エルちゃんがね、オムライスとポークカツのセットです。あ、美味しかったです。私はオムライスとチキンカツのセットを食べました。カツが美味しかった。とにかくなんか牛カツ、串カツがなんかおすすめって書いてあったんで、多分全部揚げ物は美味しいだと思います。めっちゃ美味しかった、ね。オムライス美味しかったトロトロじゃないオムライスが好きだったらめっちゃいいと思います。オムライスが独特の香りがして美味しかったのと、付け合わせの野菜が新鮮で、特にキャベツが茹でてあるのが美味しかったです、他は真似できひんの。すいません、お待たせしました。
じゃあ妹さんにとってですね、ここは特別だと、ここは名店だという、思われるお店をご紹介していただきたいんですけれども、僕が小学生の頃によくお父さんによく連れて行ってもらってた、お好み焼きの沖縄っていうお店があるんですけど、そこよく連れて行ってもらって、で僕の父親はよくネギ焼き頼んで、僕はよく豚玉焼きそばとかで、そこおはぎとかも置いてるんですけど、で正月になったらお餅だけ頼んだりして、ずっと付き合い長いんですけど、最近そういえば行ってないなーっていう、もう美味しいイメージだけあったんで、そこですかね、1点目は。じゃあすみません、お店のご紹介していただきたい。バラの木さんっていうとこなんですけどね、昔よくまかないを買いに行かせてもらって食べさせていただきました。美味しかったです。はい。特に美味しかったものはやっぱビーフカツかな。洋食屋さんやから同じ。私も洋食大好きなんで。それはオムライスと串カツの味ですよ。それ以外にはないです。はい。もう創業当初からもう全く変わらずというところですかね。そうですね、やっぱ時代とともになくなっていく商品とかあるんですけど、なるべく近いものを用意して絶対に味だけはね変えないようにはしてます。新しいメニューを作るとかそんなんじゃなくて、今までの通りそのメニュー味を変えずにやりたいと思います。はい。お母さんは生涯現役ですか？行きますよ、もちろん。元気なうちは。初心者とかも別に未経験でも、やる気も別にやる気というか楽しくね、元気よくしてくれたらそれだけで僕いいんで、どんくさくても一生懸命やってくれたら全然嫌な気しないんで、なんか不器用やなって自分が思って、それとか無理やなと思う人とかでもぜひ来ていただきたいなと思いますね。いろいろ洋食屋さん街にやっぱりいっぱいあると思うんですけれども、フィンシキンさんならではのどういうことが学べますか？昔やったら洗い場何年してから次のステップやとか、飲食店でそういうイメージあると思うんですけど、基本的に明治軒の各の味に関係する分以外は何でもやってもらいたい。もちろん入って包丁覚えたらもうまかないとかもやってもらいたいし、でまかないもある程度お金のちょっとねこういくらまでっていうのあるけど、やりたいことやってくれたらいいんで、だからねそういう意味では別に敷居は高くないと思います。ただ遊びに来るんじゃなくて、ちゃんとね料理学びたいっていうような気持ちで来てもらえたら。